はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。今日は日本のスーパーへやってきました。今私のこの後ろにあるのが、日本のスーパーマーケットライフです。今日はここで買い物をします。レジでの会話とか、あとは売り場の様子とかね、よく見られる日本語の表現とかご紹介できたらと思いますので、一緒に行ってみましょう。じゃあ早速店内に入りましょう。じゃあまずはちょっと売り場を確認しましょう。 B1 はこれ皆さん読めますか？青果、野菜とかね、果物とかです。そして魚、肉、加工食品、アイス、冷凍食品、お菓子、乳製品、花、台所用品、ペット用品などが B1 にあって、そして1階はこういう感じですね。お弁当とかホテルで食べる人は持ち帰るといいかもしれません。あと惣菜とベーカリーというのはパンを売ってます。あとカフェ、イートインもあります。ここもね後でご紹介します。そしてお酒とかね、飲み物も買えるのでぜひ使ってみましょう。さて、今これちょっと早速ですけど、もうすぐ2月で節分というね、日本の伝統行事があります。その節分の時に使う福豆です。これはいった大豆ですね。その節分の時にこれを自分の年の数プラス1食べます。はい、例年だとね2月3日が節分の日です。はい、そしてこっちの左には化粧品を売ってるコーナーがありますね。かなり広い売り場です。欲しいもの大体手に入るんじゃない？ちなみにこのロージーローザのこのブラシはとても使いやすいのでおすすめです。値段もそんなに高くなくて質がすごくいいのでおすすめですよ。そしてここはお酒のコーナーですね。すごいいろいろ取り揃えてますね。マルティーニとか、あとは日本のノンアルコールのドリンクですね。あとお酒のような味わいのもの、最近こういうの飲む人も多いですよね。こういうね、ノンアルコールと書いてあります。これはアルコールが入っていないという意味です。ここもね、ノンアルコールの手前にね、アサヒのノンアルコール、それからオールフリーのノンアルコール、いろいろラインナップがあります。はい、この辺は全部お酒が入ってますね。はい、さっきのねノンアルコールという表示がなければお酒が入っているということです。はい、この辺ウイスキーもすごいいろいろ取り揃えてますね。これもまたお土産に買って帰るのにいいんじゃないでしょうか。すごいね、こんな巨大なボトルもあるんだね。あと隣に日本酒のコーナーもありますね。ここは冷やして飲むタイプの日本酒。あとここもね、あとここにもまだ日本酒がありますね。そしてお酒を飲むならおつまみも必要ですよね。これ美味しいですよ。カワハギです。あとは、ちょっと日本っぽいものだとタラとかね、タラとかウルメ、こういうちょっと魚系のおつまみも美味しい。あとこれも美味しいですよ。イカですね。ちょっと甘酸っぱい味です。牛タンもありますね。これも良さそうです。おつまみに。いやーすごい。そして隣にはフレッシュジュースのコーナーもあります。この右側がねイートインスペースになっていて、ここでコーヒーとかパンとか買って食べることができます。はい、じ
じゃあ引き続きちょっと売り場を紹介します。握り寿司もすごいたくさんの種類がありますね。ちなみにこの中でね、私が好きなのはアナゴです。アナゴ、皆さん好きですか？私大好きです。美味しいですよね。コロッケもたくさん種類があります。私は個人的にはこのクリームコロッケが好きです。さて、また他のねお惣菜コーナーに来ました。この辺は割とちょっと和風のものが多いですね。どうだろう、みんな食べたことあるかな。例えばこういうねかぼちゃ煮とかもね素朴な感じで美味しいですよ。そしてこのたけのこもねいいよ、すごく美味しい。なんかおにぎりとお味噌汁とこういうお惣菜とか買ってもいいですよね。そして茶碗蒸しも美味しいですよ。これレンジアップ目安、レンジアップというのは電子レンジで温める目安です。500ワット2分で温めることができます。ポテトサラダもすっごいたくさん種類があります。北海道じゃがいものポテトサラダとかもあるし、あとはこれはコンビーフ入りおつまみポテトサラダ。おつまみというのはお酒を飲むときに相性がいい食べ物のこと、おつまみと言いますが、コンビーフが入っててちょっと塩気が強いやつなのかな。美味しそうですね。ちょっとこのフロアを見たので、ちょっと実際に私も買い物をしながら、あとねまだ下にももう1個フロアがありますので、先にねこのフロアでちょっと商品を入れていきます。あとチーズもめちゃくちゃたくさん種類がある。すごい、これ全部チーズですね。これは何でしょう。ナチョスも売ってますね。美味しそう。じゃあ下に行きましょう。ちょっと待って、さっき節分用の福豆があったのを思い出したので、ちょっと福豆を買いたいですね。これも買います。すいません、ここってお会計ってフロアごとですか？大丈夫です。下持ってても大丈夫ですか？ありがとうございます。じゃあ降りましょう。わお、いちごがあるよ。これは買いましょうね。今いちごが美味しい時期です。いちごのブランド本当にいろいろあるんですが、個人的に間違いないのはこのあまおうです。本当に甘くて美味しい。でもね、昔はあまおうぐらいだったんですが、今は本当にいろいろな種類があります。こちらは博多あまおうです。そして愛きらり、これすっごい大きいですね。これぐらい、私の手と比べて分かりますか？すごい大きいサイズのいちごです。そしてとちあいかも美味しいよね。はい、あとはこれ私初めて見たかも。夢の花、長崎県のいちごだそうです。美味しそうね。そして有機栽培のいちごもあります。恋みのりという、これは茨城県のファームのものですね。夕べにね、この熊も絵が描いてますが、熊本の、色がすごく鮮やか。さあどうしましょうね。でもあまおうかな。ゆいファームのあまおういちご、これにしましょう。シャインマスカット、これは旬の時期が限られてますが、これも美味しいですね。そして新鮮なサラダもあります。すごい美味しそう。お店でこれもね作っているサラダです。こういうのも部屋に持ち帰るといいですよね。あとは今のこの時期だとみかんもすごく美味しいです。ここ全部みかん、すごいね。
ここになんか説明が書いてますけど、みかんは温めると絶品スイーツに。ラップで包んだ皮付きみかんをレンジでチンっていうのは電子レンジで温めるという意味です。皮を剥いてアイスに添えて召し上がれ。本当かな、初めてやってみようか。どれがいいと思いますか？なんかありすぎて。ちなみにね、この有田というこの地名、有田みかんですねは結構有名です。で、この下にね、光センサー糖度選別って書いてあります。つまりこの甘さをちゃんと選んで出荷されているということだから、甘いということが、ほぼ確実であるというものです。はい、もし甘いのが好きな人はこういう、ね、光センサー糖度選別って書いてるのを選ぶといいかなと思います。あと干し芋、私干し芋すごい大好きなんです。皆さんどうですか？これはその金の干し芋のスティックタイプですね。もうちょっとちっちゃくてもいいんだけど、あ、これサイズはもう大きいのしかないのか。じゃあ干し芋を買いましょう。はい、これねおすすめです。あとはトマト、すごいね、トマトでもこんなに種類がたくさんありますよ。目移りする。そして芋つながりでいうと、この芋けんぴも美味しいのでおすすめです。はい、油で揚げたさつまいもでちょっと砂糖がかかってますね。こういう一田柿という、これは干し柿です。そのまま食べられます。ちょっと例えば紅茶とか緑茶とかお茶に合わせてもいいし、またお酒に合わせてもいいかなと思いますね。チーズと干し柿とかに合わせても美味しいです。そしてちょっと旅行中は買いにくいかなと思いますが、この後ろの魚のコーナーもちょっとご紹介します。はい、からし明太子、これ、ね、めちゃくちゃ美味しいですよ。明太子いろいろ種類がありますね、このお店も。例えば、ご飯だけパックのご飯だけ買って、それを電子レンジで温めて、でこの明太子を買って一緒に食べるっていうのもめちゃくちゃ美味しいです。そして青さのり、これ料理にね使える海藻です。私はねこれお吸い物に入れるのが好きです。ちょっと出汁で取ったスープにこれを入れるだけで美味しくなります。あとこれもお土産にいいかもね。これだと持って帰れると思います。焼いた鮭をほぐしたものです。おにぎりの中に入れたり、あと温かいご飯にそのままかけたりして食べます。美味しいです。あとはこの辺はお刺身コーナーですね。これもホテルの部屋で食べられるね。ここもお寿司もありますね。あと焼き魚もあります。これも焼いてあるのでそのまま食べられます。それにしても本当に広い店舗ですね。私の家の近くにあるスーパーってこんなに広くないので、すごい目移りしますね。同じ一つの商品、例えば肉とかトマトとかだけでもものすごくたくさんの種類がありますね。迷う。でも選ぶ楽しさがあります。ローストビーフ、これも美味しいよ絶対。これホテルの部屋で食べるのいいんじゃない？ローストビーフスライス、国内産の牛肉を使っています。2割引きと書いてあるので 20% オフになります。すごいね。これもまたこの端から端まで全部味噌です。お味噌もいろいろ種類があります。例えばこれは合わせ味噌です。割とスタンダードな味かな。でもそれと比べて、例えばこれは八丁味噌と言います。すごく色が濃い
味噌です。ほらこんなで味もねかなり濃厚です。はい、名古屋の方がね結構こういう赤い、赤というかほぼ黒のようなこういう味噌が多いかなと思います。はい、あとは例えば仙台味噌ですね。こういうのもここの東京で買えるのいいですね。本場仙台荒越と書いてあります。あとはね、白味噌もあります。白い味噌、この上にあるね。これは、白味噌。京都の方、関西地方だと白味噌をね使うことがよくあります。白味噌は麹が効いていて甘みが強い味噌です。お好みのね味噌汁に合わせていろいろ混ぜて味噌汁を作るのも美味しいです。そしてここは味噌汁の具のコーナーです。例えばお味噌汁作る時に具を用意するのが面倒だという時はこういうのをパパッと入れるともうお味噌汁ができます。味噌とこの具だけでできます。はい、簡単に作りたい時は、ね、おすすめです。そしてこの辺も美味しいですね。海苔の佃煮です。佃煮というのは醤油などで煮たものですね。これは海苔です。この材料がね伊勢というのは日本なんですが、その日本の伊勢で採れた海苔を使ったものです。これはご飯の上に直接かけて食べます。隣もね同じですね。海苔の佃煮ですね。はい、ここは鰹節のコーナーですね。皆さん冷ややっことか好きですか？そういうのにかける鰹が置いてあります。この小分けのパックが便利なのでおすすめです。使い切りの 1.5g パックです。使い切りというのは1回で全てを使うということです。本当に豆腐にこのカツオをかけて、そして醤油をちょっとかけたらもうそれだけで美味しいです。あとここに書かれているようにね卵かけご飯にのせても美味しいです。日本全国のいろんな醤油があるコーナーですね。スモーク醤油とか薄口かけ醤油、あとは牡蠣を使った醤油とかいろいろ美味しそう。あと小さい瓶のものもあるので食べ比べてみてもいいですよね。普通のというかね日常で使うような醤油はここにあります。全部醤油。いやーすごい品揃え。ここからここまでが全部醤油で、ここはポン酢ですね。ポン酢というのは醤油と柚子などを組み合わせた、調味料ですね。私ね個人的に好きなのはこれです。朝日ポン酢というのこれおすすめです。家でもよく使っています。これがない時はこれを選びますね。馬路村のこれも美味しいです。はい、他にもいっぱいありますね。あとは塩もいろいろ種類があります。海外の塩もありますが日本の塩もたくさん。これ沖縄の、雪塩というのすごくふわふわしていて特別な食感の塩です。おすすめ。あとは、結構人気があるのはこれね味がついた塩です。昆布とか干し椎茸そしてホタテも入ってますね。で味がついている塩、ね、もうこれをおにぎり作る時に塩結びする時にちょっとかけるだけでもう本当に美味しいです。あとどうだろう、皆さんお好み焼きは好きですか？お好み焼きにかけるソースといえばこのおたふくのソースです。一応ね用途に応じて焼きそば、たこ焼き、お好み焼きとね、分かれてはいるんですがどれもね美味しいです。お好みソースというのはお好み焼きのソースという意味です。こうやってねかけます。でその隣にはお好み焼きのねこの粉が売られてますので、
旅行から自分の国に帰った後にキャベツと卵と水を用意すれば、あとこの粉とソースで本格的なお好み焼きが作れます。あとパックのご飯も紹介します。はい、今後ろにねこう普通の米もあるんですが、旅行で来てるとなかなかちょっと米を持って帰るというのは現実的ではないですね。あとホテルでも食べられないし、こういうねパックのご飯が売られてます。例えばこれは砂糖のご飯、こういうね5食パックになっていて、でこれを電子レンジで温めると温かい白ご飯が食べられます。で最近は白ご飯だけじゃなくって、こういう玄米ご飯とか、あとはもち麦のご飯とか、いろんな種類のパックご飯が出ています。いろいろ1個だけでも買えます。なのでもしホテルに電子レンジとかがついていたら、例えばこのパックご飯と、あとはインスタントのお味噌汁と、そしてさっきのね明太子とか、ああいうご飯の友と言われるものを買うと、本当に簡単な朝ごはんが自分でね作れます。ゆめぴりかなパックご飯があるんだ。日本のお米のブランドっていろいろあるんですが、私が好きなのがつや姫とゆめぴりか。これね、ゆめぴりか、これもパックご飯ちょっと試してほしい。ゆめぴりかと、あとつや姫もあるじゃない、すごい。はい、つや姫のパックご飯、つや姫はね一番好きですね、最近食べた米の中で。ぜひ食べてみてほしい。電子レンジで温めて食べられるご飯です。カレーお好きな方はぜひこういうレトルトカレーもお土産に面白いと思います。中でも私のおすすめはこれ、松坂牛ビーフカレーです。はい、松坂牛をね普通に食べると結構高いですが、これはそんなに値段はね高くない、438円、買いやすい。はい、あと他にもここはいろいろありますね。飛騨牛カレーとか十勝牛カレー、いろんな牛肉のカレーが揃っています。そしてインスタントのお味噌汁とかスープもねいろいろ揃ってます。中でも私が好きなシリーズがこれです。なんかあんまり味が濃すぎず、素材の味も生かされていてとても美味しいです。そして調味料のコーナーでお土産としてねおすすめなのは七味、それからこういう黒七味、七味系と、あと柚子胡椒です。これ私大好きです。柚子胡椒いろんなブランドから出ています。柚子胡椒という名前なんですが、実はね胡椒は入っていないです。この材料を見るとね、柚子と唐辛子です。はい、ちょっとピリッとした感じで、でも柚子の香りもとっても良くて美味しいです。この辺はなんだろう、機能食品というかカロリーをちょっと控えめに作られたものとか、なんか糖質オフとかそういう商品ですね。ビーガン向けのヌードルとかもあるし、あとは大豆ミートを使ったカレーとかね。これもね小麦アレルギーの人がいたら、醤油で小麦が使われていることが多いんですが、これは小麦を使わない醤油です。はい、あと子ども向けのこういうお菓子とかもいろいろ充実しています。さて、なんかずいぶんゆっくりと買い物をしてしまいましたが、和菓子もいろいろあるのでぜひ試してみてください。みたらし団子はいつ食べてもいいですよね。美味しいよね。ここにこんなお菓子だけを扱ったコーナーがあるの。ちょっと駄菓子屋さんみたいな感じです。そしてね、さっき上にはちょっと本格的な感じのチーズが多かったですが、こういうね日常使いできるチーズもあります。パン屋さんでパン買ってこういうチーズと組み合わせてちょっと間食とか朝ごはんとかでもいいかもね。
はい、すみません、お願いします。すみません、商品券使います。お先にポイントカードこちらお持ちでしょうか。どれかドコモかコンタかライフをお持ちでしたらポイントがお付けできますが大丈夫ですか。ないです。はい。また4532円ですので、はい。商品券はこちら。はい。お預かりしお願います。します。ありがとうございます。3000円とあと残りをクレジットで払います。残り1532円になります。はい。セルフレジ前の9番のお会計機でのお支払いになりますのでご案内しますね。はい。セルフレジで。はい。セルフレジになります。クレジットでしたらこのまま画面のクレジットのボタンタッチしていただいて、はい。領収書かレシートボタンでお選びいただいてから、はい。こちらクレジットカードこちらタッチか差し込みをお願いします。はい。ただいま認証中です。レシートをお取りください。ご利用ありがとうございました。ここにドライアイスとか氷があるので、もしアイスとかね、冷凍食品を買った場合はここにね、氷用とドライアイス用があります。ドライアイスはこっちです。この機械から出てきます。で、今の氷はこの下のこの中にあります。はい、なのでこのねスコップで取ります。はい、そしてドライアイスはこれは冷凍食品、アイスクリーム、肉、魚などに使います。これはコインを入れる必要がありますね。はい、そしてこれはコイン式冷蔵ロッカーだって、お金はかかりますけど、本当に冷蔵庫ですね。冷たいものとか買った時にここに一時的に入れておくことができます。はい、ということで無事に買い物を済ませました。本当にめちゃくちゃ広い店舗で、私の地元にもねライフってあるんですが、ここまで大きい店舗は初めてでした。本当に基本的に欲しいものは何でも買えるんじゃないかなっていうぐらいの品揃えで、とってもおすすめです。ぜひ皆さん日本に旅行へ来た時にこのスーパーのライフでお土産をね買ってみてください。あと私のおすすめのパックのご飯と明太子っていう組み合わせもねぜひ試してほしいです。はい、それでは今日の動画はここまでです。また次の回でお会いしましょう。バイバイ。